明けましておめでとうございます。本日は予算別お年玉におすすめの文房具を紹介していこうと思います。学生さんにお金が舞い降りる数少ない機会、それがお年玉。念願の文房具をお年玉で買おうと考えている方も多いと思います。そこで皆さんが文房具選びに失敗してほしくないと思ってこの動画を作ることにしました。少しでも参考になれば幸いです。安いものから順に紹介をしていきます。まずは予算500円でおすすめの文房具。それはステッドラーの92515でございます。定価が550円ですが、Amazon だと445円ぐらいで購入できます。ステッドラーはドイツの文房具ブランドです。ステッドラーの製図用シャーペンって本当にいろんな種類があるんですけれども、その中でも92515はかなりお手頃なモデルです。でも個人的にね、これかなりおすすめしているんですよね。このペンのおすすめポイントとしては、めちゃくちゃ早く書けるというところです。軸は樹脂で、グリップはエラストマーグリップが採用されていて、めちゃくちゃ軽いんですよね、このペン。で、このエラストマーグリップの部分はちょっと膨らんでいるので、滑らずにがっしりと握ることができます。この軽さと握りやすさのおかげで、もう自分でもびっくりするぐらいのスピードで文字を書くことができます。特に計算問題とかテストの時に大活躍するシャーペンなんじゃないかなと思います。僕も学生の時テスト中はこればっかり使っていたほどかなり信頼をしているシャーペンです。海外ブランドで500円のシャーペンってなるとかなりね、見た目が安っぽいものがどうしても多いんですけれども、こちらは全然安っぽさを感じないので、こういうところもね、さすがステッドラーだなと思います。予算800円でおすすめの文房具。それはペンテルのグラフペンシル PG5 でございます。定価880円、Amazon だと620円ぐらいで購入できます。PG5 は1972年に発売されたペンテルのロングセラーシャーペンです。このペンのおすすめポイントは、超軽量で超書きやすいというところです。こちらはわずか 9.6g という 10g を切っててめちゃくちゃスラスラ書けるんですよね。しかもこのクリップのところも簡単に取り外すことができます。でクリップ取り外すとわずか 8.5g というもうペンの中でもトップクラスで軽いシャーペンとなっています。先ほどの92515もめちゃくちゃ軽くて書きやすいんですけれども、PG5 も負けてないぐらいめちゃくちゃ書きやすいです。でグリップのところはギザギザ加工になってて滑りにくいです。あとこちらはペンテルが作っているということで、ペンテルってすごい筆記具に強いブランドなので、内部の作りがすごいしっかりとしているんですよね。50年間生き残っている理由がわかる本当にファンの多い一本なので、文房具好きの方は一度は買ってみてほしいシャーペンかなと思います。予算1000円でおすすめする文房具。それは2つありまして、1つ目がペンテルのスマッシュ。でもう1つがペンテルのグラフ線でございます。まずはペンテルのスマッシュ。こちらは定価が1100円ですが、Amazon だと830円ぐらいで購入できます。これは言わずもがなの、もう本当に紹介する必要がないぐらい有名なシャーペンですよね。ペンテルのスマッシュは1987年に発売されたロングセラーシャーペンです。僕はこのスマッシュのおかげで文房具にはまりました。この謎に引き込まれる武骨なデザインなんですけれども、このペンも本当に書きやすいんですよね。金属の内側からラバーがニョキッと出るデュアルグリップががっしりと握れて、でさらに低重心設計となっているのでガシガシ書けるシャーペンとなっています。去年はスマッシュのシーサー限定色を作ってしまいました。本当に思い入れがある僕が大好きなシャーペンです。でもう一つペンテルのグラフ線なんですけれども、こちらは定価が1100円で Amazon だと700円ぐらいで購入できます。こちらのグラフ線はスマッシュの兄弟とも言える、存在のシャーペンとなっています。スマッシュよりも1年早く1986年に発売されました。なのでグラフ線の方がお兄ちゃん的な存在ですね。スマッシュとグラフ線どちらも 4mm のガイドパイプが搭載されているんですけれども、実はスマッシュは一般筆記用でグラフ線は製図用シャーペンという違いがあります。このペンのおすすめポイントは軽量でありながら全長が長いというこの絶妙なバランスがいいんですよね。ペンテルのスマッシュと比べるとちょっと長めなボディになっているんですけれども、このロングボディのおかげで字が綺麗に書けるんですよね。ロングボディのペンはどうしても重心が高くなりがちなんですけれども、このペンはしっかりとそういうところもカバーされてて、ロングボディだけど書きやすい、このね万能さが本当に素晴らしいシャーペンだなと思います。これもかなりファンの多いペンなので間違いのないシャーペンかなと思います。グラフ線は本当にいろんなカラーがあるんですけれども、僕的にはグラフ線4 Pro という全部真っ黒のプロ向けのモデルがおすすめです。
余計な色が入ってないので気が散ることもなく勉強に集中できるかなと思います。予算1500円でおすすめの文房具、それはトンボのモノグラフファインでございます。定価が1210円で Amazon でも同じぐらいの価格で販売されています。発売されたばかりなのであんまり安くなってはいないですね。モノグラフファインは去年発売されたばかりの新人のシャーペンなんですけれども、その実力から発売後すぐにね人気が爆発しているシャーペンとなっています。モノグラフファインは書くと消すというのをハイレベルで両立したモノグラフシリーズの最高峰モデルとなっています。このペンのおすすめポイントとしてはコスパが最強すぎるというところです。一応1000円超えのシャーペンで、シャーペンの中では高価格帯のペンなんですけれども、それでもこの価格設定は安いんじゃないかなって思うぐらいかなり作り込まれているシャーペンなんですよね。口金とグリップを一体化の真鍮パーツで作ることで安定感を上げてたり、あとは低重心で書きやすくしていたり、あとグリップの表面にはソフトフィール塗装で滑りにくくなっていたり、あとは消しゴムユニットロック機構というのが搭載されてて、消してる時はシャーペンがノックされなくなっていたり、これだけの機能を詰め込みまくって1210円っていうのはトンボ鉛筆の企業努力を感じますね。あとは鋭く尖った口金のこのテーパー加工っていうのもめちゃくちゃかっこいいです。ここまでおしゃれに尖ってるシャーペンってなかなかないんですよね。あとクリップの位置もかなり上の方にあるので、握ってる時にクリップが指に当たらないようになっています。本当にペンのことを分かってる人が作ったそんなシャーペンだなと思います。予算2000円でおすすめのシャーペン、それは2つありまして、1つ目がパイロットの S20で、もう一つがユニのピュアモルトオークウッドプレミアムエディション5機能ペン2200円でございます。まずはパイロットの S20 見ていこうと思います。僕が世界中あらゆるシャーペンの中で一番おすすめしているシャーペンがパイロットの S20 です。このペンの魅力は3つあります。書きやすさ、書き味の良さ、それから使ってて愛着が湧く、この3つですね。価格が2200円ということで、シャーペンの中では結構な高価格帯なんですけれども、作りが本当にいいんですよね。外は木材が使われているんですが、内側には真鍮パーツがすごいたくさん使われていて、かなりしっかりとした作りです。一見するとログハウスに見えるんだけど、蓋を開けてみると鉄筋コンクリートでめちゃくちゃガチガチに作られている家みたいな、そんな感じで見た目によらずめちゃくちゃ作りがしっかりとしているんですよね。作りがしっかりとしていると書いてる時のコツコツ感っていうのがすごいね良くなるんですよね。なので書き味がとてもいいです、このペンは。それから低重心なので素早い筆記にも対応しています。で、握ってでも指に優しい木のグリップなので長時間使っても疲れにくいというのも魅力です。長時間筆記もできるし、テストとかのスピード勝負でも活躍する本当に万能なシャーペンだなと思います。あとこちらは木軸のペンなので経年変化も魅力です。使えば使うほどいい味が出てくるんですよね。このペンすごい書くのが楽しくなるので、もう勉強したくなってしまうんですよね。いずれ勉強するのが楽しくなることでしょう。僕が心を込めておすすめするシャーペンなので、ぜひお年玉で買ってみてください。あとこちらのユニのピュアモルトオークウッドプレミアムエディション5機能ペンも結構僕はねおすすめしております。こちら税込み2200円ですね。こちらは赤、黒、青、緑の4色のボールペンとシャーペンが搭載された5機能の多機能ペンとなっています。ピュアモルトっていうのは50年から70年にもわたりウイスキーの樽として使用されていたオーク材を再利用した木材のことで、こちらはピュアモルトがグリップに使われている多機能ペンとなっています。この多機能ペンのベースとなるのがこのラバーグリップのモデル1100円ですね。ジェットストリームのインクが搭載されているってこともあって本当に使いやすい超定番の多機能ペンですね。ラバーグリップのモデルもいいんですけれども、せっかくお年玉で買うなら奮発してピュアモルトのモデルを僕はお勧めしたいなと思います。理由としては愛着が湧くのと劣化しにくいからです。ラバーグリップのモデルは僕も学生の時めちゃくちゃ使ってたんですけれども、ちょっと保管している間にラバーの部分が加水分解をしてしまってべちょべちょになってしまったんですよね。その点こちらのピュアモルトのね木材は長く使っても劣化しにくい素材なので、学生の時にねガシガシ使ってで社会人になってもそのまま現役で使い続けられる、そういう意味では買い替える必要もなくて長期的に見たらこっちの方がお得なのかもしれません。通常色はブラックのみですね。僕は限定色のネイビーをすごいたくさん使ってました。
あと予算2000円にしてはちょっと予算オーバーになってしまうんですけれども、最近は仮木家具とコラボしたモデル3300円も新しく登場しました。こちらも機能は全く同じなんですけれども、見た目がちょっと可愛くなったりしているので、好きな方を購入していただければいいんじゃないかなと思います。続いて予算3000円でおすすめの文房具、こちらも2つありまして、1つ目はステッドラのヘキサゴナル2980円で、もう1つが Y スタジオの真鍮新ケース3080円でございます。まずはステッドラのヘキサゴナルを見ていきましょう。こちらは六角ボディの鉛筆をベースに2022年に誕生した新しいシャーペンとなっています。こちらのペンのおすすめポイントは、書くのが楽しくなる書き味というところですね。正直低重心でもないですし、かなりロングボディのペンなので、素早く書くというのはあんまり向いてないです。ただ、製図用シャーペンに定評のあるステッドラーが本気で作ったということもあって、かなりしっかりとした作りなんですよね。で、書き味がすごくいいです。あとボディの表面にはラバー塗装が施されています。滑りにくくてしっとりとした触り心地で、ただの金属ボディのシャーペンではないので、そういうところも面白いかなと思います。ただラバー塗装ちょっと剥がれやすいので、傷つきにくい筆箱に入れて持ち運ぶのがおすすめです。続いて Y スタジオの真鍮新ケースを見ていきます。皆さん新ケースにこだわったことはありますか？市販の新ケースでも全然いいんですけれども、ペンにこだわってしまうと新ケースにもこだわりたくなってしまうのが、文房具好きの宿命かなと思います。服にこだわると靴にもこだわってしまうみたいな、そんなイメージですね。僕はいろんな高級新ケースを持っているんですけれども、その中でも一番おすすめできるなって思うのがこちらの Y スタジオの真鍮新ケースです。こちらおすすめの理由としては、作りがいいのとコンパクト、それから渋かっこいいというところです。市販の新ケースと比べると3分の1ぐらいのサイズとなってて、かなりコンパクトなんですけれども、芯はしっかりと40本ぐらい入るんですよね。市販の新ケースと同じぐらいの容量で3分の1のサイズに抑えられているので、かなり持ち運びしやすいんですよね。容量の少ない筆箱に入れてもそんなに圧迫しない新ケースとなっています。こちらの新ケースは一見するとむき出しの真鍮になっているかのように見えるんですけれども、表面にはコーティングがされているので指が金属臭くならないようになっています。あとこのネジのところにはオーリングという黒い輪ゴムのようなものが入ってて、一度締めると勝手に緩みにくいような配慮がされています。しっかりと使い手のことを考えて作られた長く使える新ケースなので、新ケース一つも持ってないよって方はこちらの新ケースおすすめしたいなと思います。続いて予算4000円でおすすめする文房具、これも2つありまして、1つ目がロッドリング600 3630円で、もう1つがノーマディックの PF05N 3278円でございます。まずはロッドリング600を見ていきます。ロッドリングはドイツの製図用品ブランドです。正確な線こそ美しい線というコンセプトを掲げてて、かなり品質にこだわっためちゃくちゃかっこいいブランドなんですよね。このペンをおすすめする理由としては、最高の書き味と所有欲が満たされるというところです。このロッドリング600は製図用シャーペン界の傑作ともいえる非常に完成度の高いシャーペンなんですよね。ボディは真鍮で作られているのでかなり重ためです。あんまり素早い筆記には不向きなんですけれども、シャーペン界でもこのトップクラスの剛性の高さから非常にしっかりとした書き味を楽しむことができます。このゴツゴツとした六角ボディにローレット加工のグリップは本当にかっこいいですよね。コード表示窓もローレット加工になってて回しやすいです。このシュッとすぼんだ非常に尖った先端の部分は製図用シャーペンのお手本のようなデザインですよね。今の時代紙で製図する場面はほとんどないんですけれども、世界中のプロに愛されてきたモデルということもあって非常にロマンを感じる一本かなと思います。続いてノーマディックの PF05N。ノーマディックは昔 PF05 という非常に人気のペンケースがあったんですけれども、それのニューモデルとして誕生したのが PF05N でございます。改良するにあたって僕が監修させていただきました。監修した僕が言うのもあれなんですけれども、これ我ながら本当におすすめです。こちらのペンのおすすめポイントとしては、しっかりと文房具を守れながらコンパクトというところです。外装はカーボン調の生地が使われてて、ファスナーの部分はガンメタルなので結構かっこいいですよね。で、中を開けていきますと、ここには4本傷から守れるゴムバンドが搭載されています。
旧型は3本しかなかったんですが、新型では4本搭載し、より守れるペンが増えました。で、ゴムバンドのステッチの間隔を少し狭くすることで、細めなペンでもしっかりとホールドできるようになっています。あとは1つのペンを2つのゴムバンドで留めることで、持ち運んでいる時に隣同士のペンとぶつからないようになっています。2階部分の裏には芯ケースポケットが2つついています。で、1階部分には6本程度のペンが入るスペースが設けられています。で、ここには消しゴムが入って、で、天井のところには定規とかピンポイント消しゴムとかが入るスペースとなっています。ちなみにこちらは僕のアイデアで誕生した前代未聞の3階建てペンケース PF05L4378 円でございます。とにかくたくさんのペンを守りたいという文房具好きの需要を満たすべく10本のペンをゴムバンドでしまえるようにしました。2階建てと3階建てのモデルどちらも同じぐらいおかげさまで売れておりまして、本当にありがとうございます。今でも残念ながら品薄の状態が続いているんですけれども、一応継続販売していくモデルなので、定期的に情報をチェックしていただければ購入できるかなと思います。続いて予算5000円でおすすめの文房具。それはユニのクルトガダイブ。税込み5500円でございます。ちょっとね、500円だけオーバーしてしまったんですけれども、5000円ぐらいの予算があるなら、ぜひこちらをお勧めしたいなと思います。クルトガダイブはクルトガの最高峰モデルとなっています。このペンのおすすめポイントとしては、機能が実用的すぎるというところですね。こちらはノックが完全に不要の自動芯出し機構が搭載されています。通常クルトガエンジンは画数に応じて芯を回転させることで常に芯が尖った状態で書けるのが魅力でした。ただクルトガダイブっていうのはこのクルトガエンジンを魔改造して芯を尖らせる機能を搭載しながらプラスアルファで画数に応じて自動で芯を繰り出すというノックがいらない本当にとんでもないクルトガなんですよね。思考を分断するノイズから解放され、静かに深く書くことにのめり込んでいけるというフレーズにもある通り、このペンを使うと時間が経ったのを忘れてしまうぐらい筆記に集中できます。やっぱりノックしなくてもいいっていうのはすごい魅力的なんですよね。読書感想文みたいな、ただひたすらに書きまくる場面で大活躍するシャーペンだと思うので、こちらも今 YouTube とかの影響で入手がかなり困難らしいんですけれども、ぜひ買っていただきたいシャーペンかなと思います。予算8000円でおすすめの文房具、それはロットリング800でございます。定価が8800円、Amazon だと6400円ぐらいで購入できます。ロットリングの800シリーズは800と800プラスの2つがあるんですけれども、800プラスはこの先端の黒いところにスタイラスペンが搭載されてて、これでスマホを操作できるよっていうやつなんですけれども、正直あんまり感度が良くなくて、なので僕はスタイラスペンが付いてないロットリング800の方をおすすめしています。このペンをおすすめする理由としては、使うとテンションが上がるっていうところですね。先ほどのロットリング600と比べると、ロットリング800はゴールドのメッキが至るところに使われてて、最高峰にふさわしい風格があります。あとこちらのペン、機能も面白くて、この後ろの部分を回転させると先端が収納できるという機能があるんですよね。これを回転リトラクタブル方式というんですけれども、この名前かっこいいですよね。この回転リトラクタブル方式があることによって、机からペンを落とした時にガイドパイプが折れないだったり、スーツの生地が傷つかないだったり、いろんな魅力があるのが回転リトラクタブル方式です。ただ回転リトラクタブル方式を採用することによって、どうしてもペン先に隙間ができて、書いてる時にガタつきが生じやすくなってしまうんですよね。なのでしっかりとした書き味を楽しみたいなら僕はロットリング600の方がいいと思うんですけれども、このロットリング800の魅力としては筆記性能というよりかは持ち運びに特化したモデルなので、胸ポケットに挟んだり、あと手帳に挟んだり、あとはカバンにそのままぶち込んでみたりみたいな、本当にいろんなところに持ち運んでニヤニヤして使いたくなる、刺さる人には刺さる、そんなペンかなと思います。続いて予算1万円でおすすめの文房具、それはゼブラのシャーボ X でございます。ゼブラが展開する高級多機能ペンシリーズシャーボ X。シャーボ X の前身にはシャーボというモデルが昔ありました。シャーペンとボールペンが入った多機能ペンのパイオニア的なそんな存在です。
今はシャーボというのがなくなってシャーボ X っていうものになっているんですけれども、シャーボ X はボディの種類だったりボールペンの返芯、それからシャープ芯の芯形とかを自由に選んで掛け合わせることで自分のオリジナルの一本を作れますよという、そういうコンセプトの多機能ペンとなっています。ボディの素材もいろいろありまして、一番安いのは3300円で、一番高いのは1万1000円まで、本当に幅広い価格帯でラインナップされているんですよね。一番高級なモデルがこちらの TS10 なんですけれども、これを除く他のモデルは2色のボールペンプラスシャーペンの3機能の多機能ペンとなっています。で、こちらの TS10 のみ3色のボールペンプラスシャーペンの4機能となっています。このペンをおすすめする理由としては、かなり完成度の高い多機能ペンだからです。回転繰り出し式の多機能ペンは世の中に本当にたくさんあるんですけれども、その中でシャーボ X は回転繰り出し式の多機能ペンの中で一番品質が高いと僕は思っています。ぬるっとした上質な回し心地でめちゃくちゃ回してて気持ちいいです。ボディの質感もかなり上質で高級感があります。そういうところからかなり満足度の高い高級多機能ペンなんですよね。僕が持っているシャーボ X は ST5、AL5、これは廃盤です。あとは SL6、CB8、TS10、こちらは限定モデルの TF12 の合計6本を持っています。いろんな種類があるので、どれを買おうか迷う方も多いと思うんですけれども、ちょっと奮発するなら、カーボンがグリップに使われた CB8 だったり、あとは最高峰モデルの TS10 なんかお年玉で買ってみてもいいんじゃないかなと思います。TS10 は定価が1万1000円なんですけれども、Amazon を見てみると5800円で買えちゃうんですよね。ちょっと価格崩壊しているので、買うならぜひ Amazon がおすすめです。概要欄にリンク貼っておきます。予算1万5000円でおすすめの文房具、それはロメオのナンバー3でございます。僕が持っているこちらの細軸が1万4300円で、これよりちょっと太い太軸モデルが1万5400円となっています。ロメオは伊東屋という文房具屋さんがあるんですが、その文房具屋さんのオリジナルブランドとなっています。結構大人っぽいおしゃれなデザインの文房具をたくさん展開しているんですけれども、その中で最も代表的なモデルがこちらのナンバー3というボールペンでございます。このボールペンをおすすめする理由としては、美しいでありながら書きやすいというところです。僕が持っているこちらはイタリアンアンバーというカラーなんですけれども、このマーブル模様めちゃくちゃ美しくないですかね。アクリル樹脂で作られたマーブル模様は一本一本模様が全然違ってくるので、世界で一つだけの模様なんですよね。あとはこの転換の部分は腕時計のリューズをモチーフにしたデザインですごいおしゃれですよね。で、側面はギザギザとしているのですごい回しやすい配慮がされています。ただ美しいだけじゃなくてめちゃくちゃ書きやすいんですよね。このボールペンは別に低重心っていうわけでもないし、すごい特別軽いというわけでもないんですけれども、このボールペンはこのペンの中心部分、このシルバーのリングの部分に重さが集中しています。それによって書いてる時の完成モーメントがすごい小さいんですよね。なので見た目によらずめちゃくちゃ書きやすいボールペンで、これはおすすめです。予算2万円でおすすめの文房具、それはラミー2000の木軸ボールペンでございます。2種類ありまして、ブラックウッドが使われたモデルとタクサスが使われたモデルですね。どちらも定価は2万2000円なんですけれども、Amazon とかだと1万2000円ぐらいで、こちらも価格崩壊しておりますね。こちらはドイツの大手筆記具メーカーラミーが生み出した名作ボールペンです。ラミー2000は1966年から続くロングセラーシリーズとなっています。1966年の発売当初、2000年になっても色あせないデザインというコンセプトでデザインされました。発売当初からデザイン変更はほとんどされていないんですが、発売されて57年経った今もなお全然古臭さを感じないこのデザインは本当に秀逸ですよね。今は2029年なんですけれども、正直2050年になっても3000年になっても色あせないデザインだと思うので、本当に長く使えるデザインっていうのがこのペンのおすすめポイントかなと思います。あとはこちらのペンは 30g を超えているボディなので結構ずっしりとしていてかなり書き応えのあるボールペンです。結構野原高原のボールペンとフォルムが似てるんですけれども、今野原高原のペンすごい入手が困難なので買えないよっていう野原高原難民の方も、このラミー2000の木軸ペンだったら結構おすすめできるかなと思います。
軸には本物のウッドが使われているので、温かみのあるデザインで本当におしゃれですよね。あとはクリップの部分が可動式クリップになっているので、分厚いものもすごい挟みやすいんですよね。こちらは愛着が湧く高級ボールペンなので、木軸が好きっていう方はぜひおすすめしたいボールペンかなと思います。最後、予算3万円でおすすめの文房具。それはカランダッシュエクリドールアベニューでございます。こちらはボールペンなんですけれども、税込み 29,700 円。で、Amazon とかだと 21,000 円ぐらいでちょっと安く売ってました。僕はボールペンしか持っていないんですけれども、他にもシャーペンとかローラーボールペン、あとは万年筆とかもラインナップされています。こちらのペンをおすすめする理由は、力強い美しさと剛性の高さですね。このペンは横方向に彫刻刀で削ったかのような深い彫り込みがされているのが特徴です。この彫りの深さというのがすごい立体感を感じられて美しいんですよね。表面にはパラジウムコーティングが施されていて、少し白っぽく明るく反射してくれます。コンパクトでありながらかなり存在感のあるボールペンで、まさに宝石のような美しいボールペンだなと思います。あとこのペン作りも本当にしっかりとしているんですよね。カランダッシュのボールペンってノック感が本当に気持ちよくて、一般的なボールペンは結構カチャカチャとね、ノックする時に音が鳴るんですけれども、こちらはぬるっとした感じで音がほとんど鳴らないんですよね。なので静かな場面でも使っていけるノック式のボールペンです。あと口金とボディの部分が全て一体化の真鍮パーツで作られているので、かなりしっとりとした非常に重厚感のある書き味を楽しめるボールペンとなっています。エクリドールは本当に世界的にも定番の高級ボールペンなので、かなり長く使っていけるかなと思います。ということで紹介終わりました。ご視聴ありがとうございました。